シード劇場版公開特集第4弾。映画行く前にシード系のキャラクターを改めておさらい。ラウル・クルーゼとレイザバレル編。ラウル・クルーゼはシードに登場する仮面で顔を隠したザフト軍エリート部隊クルーゼ隊の隊長です。レイザバレルはシードデスティニーに登場するミネルヴァ所属のエースパイロットであり、ラウとレイは共にシードシリーズにおけるラスボスに位置づけされる人物です。ラウにはプロビデンスガンダム、レイにはレジェンドガンダムという当時の最新鋭機が与えられ、アークエンジェル陣営の前に大きな障害として立ちはだかりました。今回はシードシリーズの中でも重要な人物であり、キラ・ヤマトとの深い因縁を持つこの2人の紹介をしていきます。正義と信じ、分からぬと逃げ、知らず聞かず、その果ての終局だ。ラウル・クルーゼの存在。コズミックイラ71における最強の戦闘能力を有していたプロビデンスガンダムであるが、ドラグーンシステムなどの特殊兵装を使いこなし、プロビデンスガンダムの性能を限界まで引き出すことができるパイロットがいたからこそ完成に至った機体であるとも言える。そのパイロットに任命された男がラウル・クルーゼだった。ラウル・クルーゼはアスラン・ザラ、イザーク・ジュール、リアッカ・エルスマン、ニコル・アマルフィー、ラスティ・マッケンジーなどのザフト軍赤服エリートの面々を指揮統括するクルーゼ隊の隊長であり、自身はエリート指揮官の証である白服をまとっていた。その戦歴は凄まじく、コズミックイラ70に勃発した第一次連合プラント大戦初期には世界中攻防戦にてモビルアーマー37機と戦艦6隻を沈め、2階級特進に相当するネビュラ勲章を受勲。グリマルディ戦線では陣ハイマニューバで出撃し、第三艦隊を壊滅させる活躍を見せるとともに、後にエンデュミオンの鷹の異名で呼ばれるムーラフラガと運命的な出会いを果たし、この時の功績が認められ、特殊任務を担うエリート部隊クルーゼ隊の隊長に任命される。なおクルーゼ隊は前述の通りアスラン・ザラをはじめその面々がプラント最高評議会に属する議長や議員の子たちで編成されており、このことからもラウル・クルーゼに対するプラント上層部の評価が高かったということがうかがえる。類いまれなるパイロット技術と指揮能力を兼ね備えるラウル・クルーゼだが、その正体はムーラフラガの実父にしてナチュラルの代々続く資産家アルダフラガのクローンである。コズミックイラ46に遺伝子研究者であり、キラ・ヤマトとカナリエラース派の実の父親であるユーレン・ヒビキ博士がスーパーコーディネーターを作る研究資金を得るため、アルダフラガの自分の複製にフラガ家を継がせるという愚行に手を貸し、生み出された産物がラウル・クルーゼ本人であり、フラガ家に入って以降は徹底的な厳しい教育を受け育てられることになる。しかし寿命に影響を与えていると言われるテロメアが短いため老化が激しく、失敗作としての烙印を押され捨てられたことを契機にアルダフラガとその妻を幼少期に殺害。これ以降クローンを作りコーディネーターを作り命をもてあそぶという愚かな行いを平然とする人類を憎むようになり、ナチュラルとコーディネーターが互いに滅ぼし合う世界を生み出そうと画策。仮面で自らの素性と心の内に秘めるどす黒い怨念を隠しながら第一次連合プラント大戦を利用し、地球連合軍とプラントの両陣営を手玉に取るというナチュラルとコーディネーターの憎しみの連鎖を加速させた人物ともいえる。なおラウル・クルーゼは遺伝子学上はナチュラルであるが、コーディネーターに匹敵するパイロットセンスを兼ね備えており、彼が持つ空間認識能力の高さはアルダフラガから提唱されたものである。彼の実の息子であるムーもこの力を受け継いでいる。この力によってプロビデンスガンダムに搭載されたドラグーンシステムを思うがままに操ることが可能となった。パトリック・ザラ亡き後に新たにプラント最高評議会議長に就任したギルバート・デュランダルとは、クルーゼが青年期の時代から親交があり、デュランダルがコロニー・メンデルの研究所に属していた遺伝子科学者であったため、テロメアの消耗を抑える薬を処方していたのも彼であった。キラ・ヤマトとの最終決戦ではシード発動状態のキラのフリーダムを相手に互角以上に渡り合うという、その底知れぬパイロット技量とセンスを遺憾なく発揮。ミーティアの両アームを破壊すると、ドラグーンによる全周囲からの圧倒的なビームの雨で追い詰め、ついには複合兵装防準システムに内蔵された大型ビームサーベルでミーティアのエンジン部を破壊。さらにはフリーダムのミニ脚部とミニウレブをユーディキウムビームライフルで撃ち抜くという神業を披露し、
スーパーコーディネーターのキラを相手にナチュラルとは思えない戦闘能力を見せている。最終的にはドラグーンの軌道に慣れ始めたキラに次々と無線誘導攻撃端末を撃ち落とされ、頭部と胸部に直撃を受けながらも突撃してきたフリーダムにコックピットをビームサーベルが貫通。直後に放たれたジェネシスのガンマ線レーザーの直撃を受け、機体は爆散。クルーゼはコックピットの中で笑みを浮かべながら散るという最後を遂げている。プロビデンスに関しては実は劇中で2話しか登場していません。それにもかかわらず視聴者にこれだけの大きなインパクトを残した要因は、ドラグーンシステムという驚異的な全周囲攻撃に加えて、ラウル・クルーゼという圧倒的なキャラクター性とキラを追い詰めるほどの強さを持つカリスマ性があったからかもしれません。人の夢、人の未来、その素晴らしき結果、キラ・ヤマトならばお前も今度こそ消えなくてはならない。レイザバレルの存在。レイザバレルはザフトのパイロットとして優れた操縦技術を持ち、第二次連合プラント大戦で活躍した青年である。ミネルヴァに配属されたシン・アスカ、ルナ・マリア・ホークとはザフト士官アカデミーの同期として3人揃ってエリート兵士の証である赤服を貸与されている。性格は寡黙で冷静沈着、戦況を冷静に判断し、モビルスーツ部隊を指揮する再起としてミネルヴァを支える活躍を見せていた。類まれなる才能の持ち主である例ではあるが、その正体はコズミックイラ71にナチュラルとコーディネーターの憎しみの連鎖を加速させた黒幕ラウル・クルーゼと同じアルダフラガのクローンである。これによって生み出されたクローンのうちの1体が例ではあるが、この話には諸説あり、例がアルダフラガのクローンであるのか、ラウル・クルーゼを元にしたクローンであるのかは正確な描写や言及はされておらず、ナチュラルかコーディネーターであるのかも不明とされ、公式サイトでもそのことには触れられていない。しかし作中では自らクローンであることを明かしているため、クローンであることには間違いないのだが、ほとんどの媒体ではアルダフラガのクローンにしてアルもラウもナチュラルであることから、レイもナチュラルとして扱われることが多い。いずれにしろフラガ家特有の高い空間認識能力は備わっていたようである。幼少期にギルバート・デュランダルに引き取られ育てられたレイは、彼を心の底から敬愛するとともに、デュランダルが示す未来、それを実現しようとするディスティニープランが正しいものだと確信しており、世界の変革を目指しデュランダル議長のために自らの命を捧げている。自らの境遇についてはクルーゼの死後デュランダルから伝えられたようで、君もラウだという言葉をきっかけにこれまで親しんでいたクルーゼを同一視するようになる。前述の通りクローンとして生み出されたレイはラウル・クルーゼと同じく寿命に影響すると言われるテロメアが短い。限られた時間しか生きられないため、自らをできるという理由だけで作られた存在と称し、クローンとして作られた自分やラウ、エクステンデッドであるステラルーシェなどが生み出されない世界を作ることを理想としている。そしてそれらの完成形であるキラ・ヤマトという存在は新しい世界には必要ないとし、排除しなければならないという強い思いを胸に秘めている。最終決戦前にはデュランダル議長に見出され、世界を変えたいという思いを同じにするシン・アスカに、もうすぐ死ぬであろう自分の代わりにこれから訪れる新しい世界と議長を守ってほしいという思いを託す。物語中盤以降は戦いに迷うシンを強引に説き伏せ、デュランダルが目指す新しい世界のために戦うよう導いたり、アスランとメイリン・ホークが脱出を図った際にはシンに打たせるよう仕向けてもいる。あまり感情を表に出さず、一見シンを利用しているだけのように見える例ではあるが、シンに対してはしっかりと友情を感じており、ステラルーシェを逃がそうとするシンをデュランダルの意向に逆らってまで手助けしている。メサイア攻防戦ではストライクフリーダムに乗るキラ・ヤマトと対峙。前述の通りデュランダルが作る新しい世界にキラという存在は不要という思いとともに、自らをラウル・クルーゼと名乗り、まるでラウの世界に対する憎悪を宿したかのように戦闘を繰り広げるが、キラのその命は君だ、彼じゃないという言葉に動揺したレイは敗北。メサイア内でデュランダルとキラが対峙し、キラの語る人は変われること、そのために変わることのできる明日が欲しいこと、そしてスーパーコーディネーターである自分も一人の人間であるという思いを聞いたレイは、キラの語る
選ぶことのできる未来に望みを託し、自らの手でデュランダル議長を射殺。その場に駆けつけたミネルヴァ艦長タリア・グラディスに抱かれ、崩壊するメサイアと運命を共にするという最後を迎えている。以上、ラウル・クルーゼとレイザバレルの紹介を終わります。次回のシード劇場版公開特集第5弾は、全ての始まりとなった5期の GATX シリーズの紹介を配信します。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。もらった。